J-Wave Across the Sky をお聞きの皆さん、こんにちは。ピアニストの住野隼人です。東京建物 Music of the Spheres、 宇宙には人には聞こえない音楽がある。このコーナーはニューヨークを拠点に活動する僕、住野隼人が音楽を通した様々な出会いを語るひとときをお送りしています。今回はオランダのアムステルダムからお届けしています。僕にとって初めてのアムステルダムでして、今はちょっと静かな場所が見つけられなくて、外の公園のようなところにいるんですが、うるさかったら申し訳ありません。先週はロンドンにいて、その後ニューヨークに帰ったんですけど、家でもバタバタしていて、そんなこんなしているうちにまた次のコンサートでアムステルダムへ来てしまいました。明日はコンセルトヘボーという大変歴史のあるコンサートホールで演奏会を行うということで、少々緊張しておりますが頑張りたいと思います。街角ピアノという番組が最近放送されまして、僕が2年前にも出たことがあるんですけど、こう街にあるピアノを通した出会いを観察するみたいな番組なんですかね。それで2年前は初めて出させていただいた時はニューヨークの街を回って、で今回はポーランドがテーマで、ポーランドのワルシャワを中心にワルシャワの周りやブロツワフというまた別の街があるんですが、そこでコンサートがあったので、それは撮影ではなくコンサートで行ったのも同時に撮影してもらって、だいたい4日間ぐらいですかね。結構過酷なスケジュールの中での撮影でして、練習もねもちろんしなければならないので、練習もして、でそしてその空いた時間で、街に繰り出して撮影もしてという感じでポーランドの街を回りました。テーマとしては空港や街にある誰でも弾けるピアノを通した偶然の出会いっていうんですかね、そういうところにスポットを当てつつも、僕が戦場のピアニストという映画が好きで、そのモデルとなったウアディスラフ・シピルマンというピアニスト兼作曲家のことについて彼と共演していた音楽家を訪ねたり、彼が戦時中に隠れていた隠れ家を訪ねたり、あとはマイダネク収容所というところを訪ねたりで、そして今でもなお残念ながら隣の国ウクライナでは戦争が行われていて、ウクライナから逃げてきている、避難民もたくさんいらっしゃる。それでウクライナ学校というのがワルシャワの郊外かな、ワルシャワにあって、そこを訪ねてそのウクライナの方々に話を聞いたり、子供たちもいる前で演奏させてもらったり、しました。とてもいろいろなことを考えさせられましたね。というのも、今年は戦後80周年ということで平和について考える機会も多いかもしれないですけど、特にこの8月というのは。でももちろん戦争はしない方がいいんだが、ウクライナの人々にとっては、戦わなければ自分たちの国がなくなるかもしれないという状況下にあって、しかもそのワルシャワに住んでいるウクライナの方々たちは祖国にも戻ることができない。その中で小さい子供を育てている。でその小さい子供というのは中にはもう物心がつく前から避難してきた子供たちもいるから、そうするとウクライナのことなんてほとんど覚えていない。そうするとウクライナ人としての誇りやアイデンティティがないまま育ってしまうかもしれないという葛藤が親御さんの中にはあったりするわけで、そういう方々の前で例えば戦争は良くないだとか平和は大事だよねということを果たして軽々しく言えるかと言われたらやっぱり言えないですね。そういう
当たり前に聞こえることを当たり前に言えるということがどれだけ特別な環境にいるかということを考えねばならないなと思いました。でも一曲演奏したらやっぱりすごく喜んでくれて、その中でサプライズでウクライナの国歌も織り交ぜながら演奏したんですけど、僕がその場でできることとしたら彼らに向けた最大限のリスペクトを込めて演奏すること、それだけでした。あとは久しぶりにポーランドの作曲家のハニャラニさんに再会したりとか、たまたま出会ったドラマーに連れてかれたジャズバーで即興でセッションをしたりと、いろいろと面白いセッションでした。あとはそうだ、トイピアノ博物館というのがありまして、ちょっと変わったおじさんがブロツワフに住んでるんですけど、世界中のトイピアノまたはアコースティックの変な楽器をかき集めていて、水で演奏するだとか、弾いてなんか自動でトレモロになるとか、とにかく変なことがね好きな人でね、僕も変なことは好きなんで、やっぱり変なことが好き同士の変な会話っていうのは盛り上がりますよね。大変盛り上がってしまいました。ということでここで一曲お送りします。ショパン作曲ノクターン、破単調、演奏はダン・タイソンです。
送りしたのはショパン、ノクターン、イサク・エーハ単調、演奏はダン・タイソンでした。この間はフランスのラロック・ダンテロン音楽祭というところでピアノリサイタルをさせてもらいまして、フランスでピアノだと一番大きい音楽祭だと思いますね。なので、行けるのもとてもワクワクしていましたが、やっぱりプレッシャーもね、それだけあるにはあったんですけど、とっても良い場所で、野外なんですよ。野外で森に囲まれていて、で、野外なんですけど、アンプリフィケーションもしないんですね。だから生の音がそのまま、そのステージ上に取り付けられた反響板を通してこう、客席に届くんですけど、面白かったのが、演奏が始まって演奏が終わるまでに、だんだんとこう日が沈んでいって暗くなるんですけど、暗くなるまでは鳥たちが結構鳴いてるんですね。鳥とか、虫も、セミも聞こえたかな。それが暗くなるとパッと何も聞こえなくなるんですよ。だから最初はね、結構良かったんですけどね、鳥たちとセッションしているような気持ちになって、それがいい感じにその自分一人がステージ上で演奏している怖さというものをかき消してくれていたんですけど、だんだん途中で暗くなって、そうすると本当に何一つ音が聞こえなくなって、で普通のコンサートホールじゃないし、アンプリフィケーションもないから、本当に生の裸の音だけがそこで聞こえるというようなね、これはね、一粒で二度美味しいみたいな体験をしましたね。でも、普通ね、クラシックの演奏してる時って静寂であればあるほどいいという風な考え方をされますけど、ことこのラロック・ダンテロンのような野外で自然の音に囲まれて演奏するというのは、それはそれで違った趣がありますね。あると思いましたね。それではここで一曲お送りします。フランスのピアニストトーマス・エンコでモーツァルトのリコンポジションですね。ピアノソナタ in A メジャー。
清水隼人がお届けしてきました東京建物 Music of the Spheres、 そろそろお時間となってしまいました。最後にお知らせです。清水隼人ピアノコンサートジブリパークの風に乗せて2025、 9月7日日曜日、愛知県愛知九博記念公園大芝生広場ステージ。チケットは E プラスにて一般発売中です。清水隼人ピアノリサイタルクラシックアリーナ11月29日 K アリーナ横浜にて開催です。東京建物 Music of the Spheres ではオリジナルロゴ入りノートを毎週5名の方にプレゼントします。Across the Sky のウェブサイト右上バナーのメッセージトゥスタジオからノート希望と書いてご応募ください。それでは引き続き小川沙羅さんナビゲートの J-Wave Across the Sky でお楽しみください。来週もこの時間にお会いしましょう。ここまでは清水隼人でした。